じゃあ生活の彩りどうもこんにちは、チェズギデルストレイターです。ということで今日は年末スペシャルということで、いつもとは違う趣旨でやっていきたいと思います。日本円にして130万円のギター、一緒に見ていきましょう。ということで、もう年末ということで決まらず今日はね、楽しくのんびりやっていきたいと思います。ギターについてちょっとね、お話をしようかと思います。こちらのギター、だいたいね、8500ドルぐらいのね、値段で買いました。8500ドルっていうと、今の日本円にするとだいたい130万、40万前後のものになりますが、感覚的に言うと8500っていうと、85万ぐらいの感覚なんですよね、こっちで。で、こちらのギターは、ギブソン社のギターとなります。ギブソン。レスポールとかで有名だね。それの会社のものになります。で、型番っていうかタイプはというと L5CES というものになります。で、これ一応ウエス・モンゴメリーシグネチャーというものですね。で、正直言うと僕あんまりね、ギターのことに関してあんまり詳しくないんですけども、ギブソンのカスタムショップっていうチームなんかところが作っているみたいです。普通の工場のラインとは違って職人がちゃんと作ってるというしっかりとしたギターですね。で、僕以前ね、もう一個ね L5 日本で買ったんですよ。ウエス・モンゴメリのやつじゃないんだけども、70年代のねやつで、昔のカラマーズという工場で作っていたやつなんですけど、ちょっとね事故にあって壊れてしまい、売ってしまい、そのお金で今のこのギターに変えましたという経緯がございます。壊れててもね、売れました、しっかり。はい。その方にね、新しく命を吹き込んでもらえればと思います。普通の L5 と、これは何が違うかというと、普通のはピックアップが2つついてて、これはピックアップが1個だけなんですね。で、今も取り替えちゃってますが、本来はオリジナルのギブソン社オリジナルの、ハムバッカーがついていますというところです。で、なんでウエス・モンゴメリーモデルを選んだかというと、こっちの方がねピックアップが1個しかない分安いですね。ウエス・モンゴメリーだからかっこいいと思って買ったかと思いますが、安いと若干ね、ということでこれに選びました。70年代の昔のやつと比べるとネックがねちょっと太くなってます。握りがね、ここのところが、ここの幅というかね、ここの幅は変わらない。ここの奥行きがね、一説によると昔の方がね木がね良かった、密度がしっかりして良かったから細くても大丈夫だっていう説もあります。太い方がしっかり握れるから太くなったっていう説もあります。その辺はよく分かりません。詳しくは、なんかギター職人の方に聞いてみたいですけどね。知ってる人いたらコメント欄書いていただければと思います。では見ていきましょう。で、ここで勘違いしてほしくないのが、高い楽器だからいいだろうってこれ見せびらかしてるわけじゃなくてですね、全然僕もここに安いギターございますので、そういうことではなくて、じゃあなんで高いギターお前さん持っとるんだというと、はっきり言うと憧れですよね。ウエス・モンゴメリーが使ってたこの L5 っていうものに憧れがあり欲しいなというところから始まりですね。で、一から職人さんが木材を選んでこのギター作ってるので、やっぱりね長持ちしますよ、ギター楽器がね。愛着生まれますしっていうところで、それが高いギターのメリットかなと思います。なのでこれ一生使うものだと僕は思って、やっぱりね一本選びました。じゃあ音がいいかというと、音がいい悪いっていうのは自分次第ですよね、正直言うと。楽器はこの楽器だってやっぱりネックもねメンテナンスしないと曲がってきますしね、そういうところはございますが、安い楽器とじゃあ何が違うんだと。安い楽器の方がねネックが曲がりやすかったりトップ落ちっていうのをしたりするらしいんですけども、僕もそこまでずっと使い込んだわけでもないので分かんないです。この楽器はエピフォンのジョーパスモデル、メイドインコリアです。で、一番の違いを感じたのはこのネックのね木の密度がやっぱり全然違うなと。こっちの方がしっかりしてるし、こっちちょっとやっぱりねボコボコになって密度が、ないなという印象を受けますが、別にだからなんだっていう話ですね。
なので場所によって使い分けしております。外で弾いて屋根のないところでやる分にちょっとこれはねあんまり外で直射日光当てたくないなというところでこいつを選んでそういうところでは弾きますが、別に全然いい音しますし、なので本人の使い方次第というところですね。であとはこのソリッドのジャズマスターっていうのも1本持ってます。これも10万ぐらいしたかな、日本円。こっちは5、6万の中古ですね。これもねフェンダーのジャズギター。なんでこれを買ったかというと、同じような用途でソリッド1本欲しいなと思って、でテールピース、ここの距離があるでしょ。親指で弾くとね、ここからね直接出てくるやつだと硬すぎて弾けないんですよ、僕の場合。なのでこういうねテールピース、だからジャズマスターなんだなと、ジャズギターから取ったギターなんだなというところで僕は再確認しました。これも非常に僕気に入っております。じゃあこっち向けとこうか。あんまり普段逆向けるんだけど、あとはこれがね金ピカだったりそういう装飾品が豪華だなっていうところで、これプラスやっぱりいい木を使ってるので音の響きがね全然違うっちゃ違います。みたいな感じでいい音はしますよ。だけどそこまで聞いてる人もいないと思いますよ、僕は。なので本人次第。この、エピフォンのやつでも全然いい音もしますし、なので気分が高まるよね、いい楽器だとねっていうところですね。オリジナルのギブソン L5 で気に入らなかったところがあったので、これねピックアップ、ここは変えました。ハムバッカーだと僕の今のスタイルだと音がうるさすぎて太すぎて邪魔だったので、P90 にしております。ケント・アームストロング、イギリスからね、送ってもらったやつですね。あとこのブリッジ、ウエス・モンゴメリーは金属のやつにしてますが、それだとねちょっとアタックが僕の今のやりたいことを、ジャズではね強すぎるので、そこもねやめてこの黒炭のブリッジをねもらったのでこれをつけております。なので僕はね全然、これ木材がこうでああでとかはね正直分かってないです。一応なので、そういう詳しい人ね、興味がある人のためにちょっと、読んでみましょう。オリジナルは57クラシックのピックアップフロントがついてますと。でスプルース単板トップの振動を最大限に生かすワンピックアップの使用は非常に深く甘いサウンドが得られますという書いてます。特にそうかもしれない。ここに穴が入ってるからより木が振動するかもしれません。でスプルースのトップにメープルの、サイドバックらしいです。よくわかんないです。でエボニーシバンっていうやつらしいですよ。よくわかんないですけど、でサイズは17インチのボディらしいです。甘くふくよかな上質で極上のサウンドが得られるらしいです。正直言うと僕はただウエス・モンゴメリーの憧れでこれ買っただけなんで、仕様はどうでもいいというかよくわかんないです。ギブソンの公式で細かいサイズちょっと貼っときます。スケールのサイズが 647.7mm とかいろいろ書いてます。フレットがね20、ここはね普通のソリッドと比べるとちょっとないですよ。ソリッドだともっとあるよね、25とかそれぐらいまでね。で後ろも見せるとネックが3ピースって書いてあるのはこういうことなのかな。3枚のピースでできてると。裏はちょっと汚くなっちゃう。こういう感じの、バックって何これ。これはメープルっていう木らしいです。よくわかんないです。美味しそうですね。そんな感じのギターらしいですよ。それによってどう音が変わるか僕は全く分かりませんが、そういうやつらしいです。日本だと130万円分ぐらいのギターなので、いかにもフルアコっていう音はしますね。
まああれなんかやるとみたいな音になりますね。ウエス・モンゴメリ気分が味わえると。でもインクレディブルジャズギターはね実は、ウエス・モンゴメリ誰かから借りて175で弾いてるっていう情報です。なので、自分の好きなギターを買えばいいんじゃないかなっていうところですね。で初めにね宮之上さんのところでまだ習ってた頃にね1年目はね最初アイバニーズの安いやつ中古ねやつを買いました。フルアコAF なんとかってやつね。でそこから1年で必死にね貯金して L5 買いました。でその頃はねやっぱりねギター負けするからねちょっと出すの恥ずかしいんだけどもね宮之上さんのところにいろんなギターのね人が来てますのでそういう人たちとねこのねギターのね情報をね共有するために持ってったりするといろんなことを教えてもらったりしてね勉強になったんですけども最初はねちょっと恥ずかしかったりしましたがその分ね恥ずかしくならないようにしっかり練習するっていう面もあるので最初から高いギター買うっていうのもねいいメリットもあります。タイトル詐欺という感じでもうインパクトのために130万のギターって書きましたが別にね、高いギター買えばいいってもんじゃないっていうのが僕の、正直な見解です。安いギターでも、いいしちゃんとねジャズが弾ければいいわけなので別にどんなギター使っても僕はいいと思います。あとは好みの問題。ソリッドのねこういうのを使えばやっぱりちょっとねソリッドな音になるけどもそれでも全然僕も、やりますしいいと思います。ということで、年末特番か分かんないけども年末ということで普段やらないようなねちょっとこのギターの紹介してみました。皆様は一体どういうギターを使っておりますか？他にあるとギブソンだと175とかあとは、セミアコだと335とかございますね。あとエピフォンいいのあります。ヘリテージありますね。あとなんだっけ名前が出てこない。あとはディアンジェリコとかありますしなんかいろんな、フルアコございますよ。なんだっけサドウスキーだっけねジムホールのやつとかもあります。いろんなギターありますね。皆様は一体どのギター使っておりますか？あとね僕ね欲しいのがもう一個あってねこれもギブソンなんだけどね型番忘れてこのカッターウェイがないやつの P90 のやつ欲しいなと思っております。あんまりお金が僕もねないのでね1000ドルぐらい10万円ぐらいであったら欲しいなと思います。よく言えば 5万ぐらいで中古であったらすぐ買えますけどもないでしょう。あとはもしこの、レイダイ家の YouTube のチャンネルを見てくださっているギター作っているギタービルダーの方が見ておりましたら僕はいつでもいろんなギター弾きますのでもし要望があれば、作っていただけたりしたらありがたいなと日頃から思っております。L5 に固執してやってるわけではございません。ただ憧れで買ってそのまま弾いているというだけです。はい、ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく一緒にギターやっていきましょう。年末ということであと数日ですね。 M1 グランプリも終わりました。なのであとは何を楽しみに皆様は、しますか？もし何か、楽しいテレビ番組などございましたらこっちでもね一応ねテレビネットのやつが見れるので、何かそういう面白いおすすめのチャンネル等ございましたらコメント欄に書いていただけると、大変参考になります。ということで日頃から皆様いつも温かい応援ありがとうございます。最後ですね、スーパーチャットなどをしていただけるとですね私レイダー家のテンションがただただ爆上がりしていきます。そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございます。皆様年末ということで、良い、年末をお過ごしください。良いお年をお迎えくださいということでまた来年もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。